どうもこんにちは。今日はですね、ベーシックカットのローレイヤーカットをやっていきたいと思います。うちのベーシックカットではレイヤースタイルはね、こちらの A ライン、ローレイヤー、ハイレイヤー、ウルフレイヤーというふうに、4種類あるんですけども、そのうちの上から2番目ですね、これ下に行けば行くほど段の幅が大きくなってくるんだけれども、その上から2番目、ローレイヤー、レイヤーカット、ロングとかミディアムのカットに対して、ちょこっとレイヤーを入れていきましょうっていう風な感じになりますね。でスタイルとしては、こういう風な下ろした、いわゆるこうちょっとロングのワンレングススタイルからちょっと顔周りにねこうレイヤーが入っているっていうね、今で言うと、少しクラシカルなスタイルになるのかもしれないけれども、そもそもねレイヤーカットっていうのはロングとかミディアムヘアによく使われるんですけれども、ある一つの長さがあってね、お客さんのその髪の毛の長さがあって、でその長さに対してどれだけの段を入れますかっていうことですよね。でその段の角度はどうですかとかっていう、そういうふうな、コントロールが一通りできればとりあえず OK なんで、切り方は言うたら何でもいいわけであって、その段のコントロールが一通りできるように、この4種類のレイヤーカットっていうふうなことを用意してるんですけれども、この4種類を覚えれば一応段の高さのコントロールとこの段の角度のコントロールですね、それが一通りできるようになってるっていうふうな、話なんだけれども、そのうちの今日は少し段を入れる、ローレイヤーカットをやっていこうと思っております。でですね、このローレイヤーカットをねブラントカットだけで綺麗に切るっていう感じですね。セニングとか使わずにブラントカットだけで綺麗に切るっていう風なテーマを、僕が若い時にやった時に僕はすごくね衝撃を受けたっていうかびっくりしたんですよね。レイヤーカットってある程度高さ入れて、ほんで毛先をすいてなじませるっていう風に以前考えてたんですけど、ブラントカットでレイヤーカットを作るっていう風な技術を覚えた時にブラントカットだけでも毛先って綺麗に切れば馴染むんだっていうふうなことを自分でね体験して、それですごくこのカットに対して自信が持てたんですよね。毛先をすかなくていいんだったらそのセニングっていうものがそのお客さんそれぞれのねちょっと毛量の多いところとか癖の強いところとかちょっとその骨格をこう直したりとかっていうふうなそういうところにセニングが使えるなっていうふうに思ったんで、すごくねこう自分の中でね可能性が広がったっていうか、そういうねちょっとこう個人的には思い出のカットなんで、そのローレイヤーカットをね、今日は実際にやっていきたいと思います。はい、ウィッグを用意しました。これね新品のウィッグなんですけれども、いつものようにですねしっかりと均一に濡らしてですね、とりあえず、センターパートでいいと思いますね。サイドパートの切り方とか、そういうふうなことは、うちのYouTube の方でね、結構説明してるんで、これをこうサイドパートにずらした時にどういうふうな切り方になるのかっていうのは日産 TV の方でやってますんで、そちらを概要欄に載せておくんで、そちらを参考にしてください。今回はですね、ベーシックカットっていうことなんで、基本的には、センターパートで、練習するのがいいと思います。でですね、レイヤーカットで、よく使うこのイヤートゥイヤーの置き方ですね、A ラインの時とかにもやりましたけれども、こういうふうに自然に落ちる位置にシェイプする、そして耳の後ろぐらいで割っていく、こんな感じでいいと思いますね。まずイヤートゥイヤーで割りましょう。同じレイヤーカットなんで、ローレイヤーの場合は A ラインでやったことと被る部分もあると思いますけれども、そういうふうな、基本的な、シェイプとか、ブロッキングとかっていうのは、よく似た部分が多いですね。はい、このように割っていきます。そして後ろのブロックですね。後ろのブロックをまた自然に落ちる位置で解きましょう。この時のシェイプは当然このように頭皮に対して垂直に入っていく、ネイプもちょっとこう上げて入っていって、ここで今毛が終わったっていうのが櫛の刃先から感じるんで、そしてこういうふうに自然に解いていくと。ちょっとやっぱりねその内巻きの状態をキープしながらカットを切り進めていくっていうのが、いつも言ってますけれども、お客さんもイメージしやすいし、自分もそのお客さんのこの雰囲気の変化っていうのをイメージしやすいんで、綺麗な状態、ウェットといえども
ある程度スタイルが感じられるような綺麗な状態のシェイプでカットを進めていくっていうことがすごく大事だと思います。そして実際に切っていくわけなんですけれども、 A ラインと全く一緒ですね。アウトラインの切り方、全く一緒じゃないな、バックの割り方っていうかね、ここ全く一緒です。これをですね、落ちる位置でだいたい3つぐらいに割りましょう。もう大体でいいですよ、大体ね。はい、こう123っていう感じですね。はい、大体3つぐらいに割る。そしてこの先端の部分はまずまっすぐに切りましょう。本当はね、もうちょっと長い感じで切りたいんだけれども、あんまり長いと毛先がちょっとウィッグなんで薄くなりすぎるんで、こうですね、まっすぐに切る。でちょっとインサイドに入るようなシェイプを行っておく。こういう感じですね。そしてバックのサイドですね、バックサイド、こちら側もきれいに根元まで櫛がこう垂直に当たるようにシェイプしてこう切りますね。で今回はローレイヤースタイルなんで、少しだけ今まっすぐに切ったセンターに対してちょっとですね、角度で言えば10度ぐらいになるんかな、ちょっと上げていきましょう。こういうふうにね、ハサミはワンパネルで切ってますんで、必ず水平もしくはクローズですよ。クローズ、オープンにこういうふうに切らないね。こう手を返してこういうふうに切ってる人とかいるんだけど、こうなってくるとすごく跳ねてくる原因になるんで、ウィッグといえどもこれだけの髪の毛の量をワンパネルで切ってますんで、跳ねてくる原因になるんで、水平もしくはクローズに入れていく感じですね。はい、ちょっと上がりましたね。センターまっすぐ切ってからちょっと10度、自分のイメージ10度ぐらいの感じですね。で反対サイドですね。反対サイドもしっかりと、ここがまず綺麗に伸びてるわね。そこを見てますね。こう視点はここですよ。ここを見てますね。しっかりとこの毛髪が、もつれがほどいた状態で、こういうふうにね、手を離しても動かないような感じですね。自然に落ちる位置で解いてるっていうことは、手を離しても動かない状態ですね、毛髪が。でシェイプしてきて、こちら側もこういうふうにちょっとですね、こうまっすぐこれぐらいなんですけど、大体こう10度ぐらいとか、もうこれ10度かどうか分かんないけど、10度ぐらいってね、自分の中でこう絵を描くね、絵を描く、これぐらいかなみたいな、そこにこうハサミを入れていく。わかりますか？そこにハサミちょっと上げていくね。でこちらもちょっと上げていきましょう。はい、上がりました。こういう感じですね。でそうすると今度は横の髪の毛を落としていきます。どちらから切ってもいいんですけどね、切りやすい方から切ってもいいんですけど、横の髪の毛をしっかりとこう頭皮に対して櫛を垂直に、櫛の刃かな、櫛の刃を垂直に入れるように解いていく。ここが綺麗な状態、自然に落ちる綺麗な状態でもつれがほどかれて解かれているかっていうのが確認する。それで切っていったら、もう切ったラインがスタイルとしてこう止まってくれるんで、はい、こういう状態ですね。で先ほどはまっすぐな状態からちょっと10度ぐらいでね、サイドに関してはね、10度からちょっと15度ぐらいかな、30度までいかない、30度まではいかない。これはですね、スタイルによって上げたりとかね、もちろんちょっと下げたりとかってしていいんですけど、とりあえずさっきよりはもうちょっと上げましょう。15度ぐらいね、上げていきましょう。で前髪に関しては後で前からレイヤー入れていくんですけど、フェイスのレイヤーっていうね、ローレイヤーはフェイスのレイヤーからつなげていくんですけど、一旦はこういうふうにね、生え際に沿ってシェイプして、ね、自分のイメージの15度の延長線上で切っていればいいと思いますね。こんな感じです。反対サイドも根元からしっかりと自然に落ちる毛流れ、仕上がりに近い毛流れにシェイプしておくと。で同じように15度ぐらいのイメージで切るんですけど、営業レベルの話なんだけど、こちらを反対側を先切った場合っていうのは、こちら側を切るときは絶対に短くならない方がいいですね。だから同じように15度ぐらいのこのイメージなんだけど、ちょっと下げ気味でもいいと思う。なぜかって言ったら、こっち切ってこっち短く、ちょっとこう角度が上がりすぎちゃって、前から見たらちょっと短くなっちゃったわってなった時に、またこっち戻らないといけないでしょ。短くなったってことはもうこっちを短くしないと合わないわけだから。
そうなってくるとお客さんはこっち行ってこっち行ってちょっと短く切ったなみたいな感じになるから、だからちょっと長めに切って前から見て、ほんでこっちをもう一回切って合わせるみたいな方がやっぱりスマートでしょうね、営業レベルがね。はい、なのでちょっと気持ち低めに切ります。低めに切った、ね、気持ち低めに切ったで前から見る。そうですね、1センチいかない程度ですね。5ミリぐらいちょっとこっちが長いんで、もう一回ちょっと角度をつけてカットします。ちょっと前髪がね邪魔して角度というか長さが分かりにくいですが、はい、こんな感じですね。これで大体あったと思いますね。でちょっと前髪が長いのがあるから長さが分かりにくいんですけど、 A ラインの時とかワンレグスの時に言ったかもしれないですけど、基本的にこの左右の長さっていうのは見た目分量で合わすことをおすすめしてますね。よくあるのがこういうふうにもみあげをね引っ張り出してきて、ほらこうやって真ん中に合わせる。で今大体ぴったり合ってるんですけど、これウィッグだからそれでいいんだけど、もみあげを引っ張ってきてこうやって合わせたりとか、この後ろのこの三つ襟の毛がね、三つ襟の毛をこう前に引っ張ってこうやって合わせたりとかね、大体合ってるんですけど、でやるとですね、やっぱりこうね人間には生え方があって、例えばもみあげだったらこっちのもみあげってすごいこう後ろに行く癖があるのよねとか、こっちだけ浮くのよねとか、左右決してね人間っていうのは同じ癖じゃないんで、つまり同じ落ち方じゃないんですよ。だからこっちの方が浮きやすい人だったら自然に研いだ時にこっちの方がちょっと長く切ってあげないと、その髪の毛自体の長さとしては長く切ってあげないと同じ位置に落ちにくくなりますよね。なのでウェットといえど自然にナチュラルシェイプをした時に、仕上がりに近いシェイプをした時に同じぐらいの高さで落ちるように切ってあげる。その方がやっぱり再現性高いと思いますね。こうやって髪の毛を引っ張っちゃったらそれ癖取っちゃうんで、なのでそうやって引っ張って合わせた方が逆にこうちょっとねずれてしまうかもしれない。なんならもみあげがこっちの方が低く生えてる人もいるかもしれないからね、それを前に引っ張って切ってしまうとまだ長さが合わないっていうふうな原因にもなりますんで、全体的なヘアスタイルとしてこういうふうにちょっとナチュラルにシェイプした時に全体的なこの長さのバランスが合ってるかどうかっていうのをこう目分量で判断するっていう癖をつけてる方がいいかなというふうに思いますね。はい、でこれでですね、アウトラインがある程度切れたわけですけれども、そうするとですね、今度はこうですね、全体的にちょっとインサイドグラデーションを入れていきましょう。これワンレングスの時にもやったと思いますけど、A ラインの時にもやったかな、このもみあげの部分ですね、こういうふうに前に引っ張って、これが一番内側の毛で、内側がどんどんこうやって毛がね上に重なっていってるわけですね。それをこう横に展開して開いてあげる。そうするとこれが一番内側の毛で、だんだん外側の毛になっていってるんで、この一番内側の毛のこの角の部分ですね、この角の部分をちょっとこう斜めにカットしていってあげる。はい、そうすると非常に髪の毛がインサイドに入りやすく収まりが良くなってきますんでね。はい、反対側になりましょう。でこれをこのようにぐるっと回していってあげる。そうするとこちら側が一番内側の毛で、だんだん外側の毛になってます。でこれをここの角を切っていってあげる。それでインサイドグラデーションが、内側の毛から外側の毛につながるように入っていくわけですね。いつものようにバックセンターですね。ワンパネルで切ってるんで、やっぱりインサイドグラデーションはしっかりと入れておいた方がヘアスタイル的に決まりやすいですね。こちら側はちょっとシェイプしにくいんで上の毛はのけ取ってもいいと思いますね。こういうふうに開くとこれが一番内側の毛で、だんだん外の毛になっていくんで、ここの角を取っていってあげる。そして、両サイドの三つ襟の部分ですね、内側にシェイプしますね。で内側の毛から外にだんだん上の毛になるようにこういうふうに横に開いていってあげる。でぐるっと回す。内側の毛からだんだん上の毛になってきます。でここの角を落としましょう。こちら側も内側の毛をぐーっと横に展開して、これですね、
見てりの部分を少し短くカットしておくと。こういうふうに、インサイドグラデーションを入れることで、アウトラインが結構ですね安定してインサイドに入りやすくなるという感じですね。これはまあ実際のお客様をやっていても収まりやすさとか、そういうのにこうつながってくるんで、あとはこうカットのムラというか、いがみとかも、これによって補正できるっていう部分もあるんでね、すごく使えるわけだと思いますね。でですね、ローレイヤーといえばこういうふうに下ろしてきたスタイル、本当はもっと長い、ウィッグでできればいいんですけど、下ろしてきてパスンと切ったスタイルにこういう感じで毛先にレイヤーが入ってるっていうね。今これ撮ってるの2020年ぐらいですけど、最近あんまりそれだけのスタイルっていうのはあんまり見かけないんですけど、結構そのトップのレイヤーとか、あと顔周りのレイヤーですね、そういうのを理解するのにはすごくいい教材になってますんで、ぜひ覚えておいてもらいたいと思いますね。はい、ということで、ローレイヤーは、まず顔周りのレイヤーから決めていきます。顔周りのレイヤーに合わせてトップのレイヤーを入れていくっていうのが基本的な流れになってきますね。はい、センターパートに、割ったスタイルに対してちょっとね分かりやすいように、営業ではやる必要ないと思いますけど、分かりやすいようにちょっとこっち反対側クリップで止めておきましょう。でセンターパートに割ったスタイルに対してですね、ちょっとですね顔周りをこうちょっと割っていきましょう。慣れてくるとダッカール使わなくても全然いけるんですけど、分かりやすいように割っていきましょう。でちょっとこう前方向に取っていきますね。でここね、前から見たら頭がこれ今これ上向いてますよね。頭皮が上を向いてますよね。でここはどっちかというとこう前から見たらこう横に頭皮が向いてますよね。横に向いてる。ここは上に向いてますよね。ここは横に向いてますよね。でこれをですね、どういうふうに入れていくかってこう、ボックスシェイプって言うんですけど、上を向いてるのと横を向いてる頭皮に対してボックスシェイプって言って、横を向いてるところは横でこういうふうに横に引き出して切るんですね。でこっちの方が分かりやすいかな。上を向いてるところはこういうふうにこうですね、上に引き出してこういう面とこういう面ですね、こう箱型になるわけですね。だからこういう面とこういう面っていう箱型にシェイプしてカットするんで、これボックスシェイプって呼ばれたりとかするんですけど、それを使っていきます。だからじゃあどこからやねん、どこからこっち向きでどこからこっち向きやねんっていう話なんですけど、これはですね絶対ここっていうのはないんですよ。アバウトでいいですよ。アバウトである程度のところ、ある程度この辺りですね、絶対この辺りにそのラインが来るんですけど、この辺りにある程度そのラインが入ってれば OK です。だからそんなに細かく考えなくていいですね。そんなに細かく考えなくていいです。この辺の毛がこの上側のこっちの面で切られようがこっちの面で切られようがそんなにはヘアスタイルに違いは出ないんで、要は大きく見た時にこういう面とこういう面の箱型でシェイプして切ってれば綺麗なレイヤーが入りやすいんで。でこれなんで箱型でシェイプするのかって言ったら、やっぱりここですね。この人間がね、ウィッグとかあるっていうのもあるんですけど、これすごくへっこんでる人とかもねいたりとかする。だからこういうふうな生え際に対して全部一色単にしてね、こうやって全部を同じ面でこうやってレイヤー入れちゃうと、やっぱりねこいつが邪魔するんですね。こいつが邪魔してまっすぐなラインになってこないで、ちょっとここがへっこんだりとかするんですよ。いろんな生え際にこう左右されるんで、なので箱型にシェイプしてレイヤーを入れていくことで綺麗なというかね、イメージ通りの段が入りやすくなってくるというふうな感じですね。で、実際に入れていくんですけれども、ちょっとねこれ本当長さが短いんである程度切らないといけないんですが、そうですね、顎ぐらいかな。ローレイヤーなんで顎から顎下ぐらいですかね、この辺ぐらい、顎ぐらいのラインから入れていきましょう。でこれをまずどこに切るかっていうことなんですけど、これ今上の面ですね、上の面を今切ってますよ。上の面を切るんですが、これを実際こっちにこうやって下ろした時にどこぐらいからスタートかなみたいなのをまず測っておきます。この辺だなみたいな感じですね。こうして下ろした時に顎下ぐらいだったらこの辺りかなみたいな感じでちょっと手で測っておいて、でまずですねカットするわけですね。でこれ斜めにカットします。でボックスシェイプなんでこういうふうな高さ的にはね頭の前こう下がってるんでね、
この延長線上ですよ。あんまりこういうふうに上げたりとかしないね。この頭のこの丸みのライン、つまりレードシェイプってやつですねに合わせていきます、ね、でここがセンターパートとセンターパートのこの延長線上にここの一番端っこの毛がくるという、こういうラインですね。はい、こういうラインでシェイプしました。でここを斜めにカットします。斜めに。はい、これも全部ブラントでカットしていきましょう。まず1回斜めにカットします。こうですね。でちょっと下ろしてみて落ち方を見てみる。ほなこっちに落ちていったらある程度顎下になってきますよね。これね、ほら、まあ、ちょっとこう丸まってきますから、ほらこんな感じです。今毛先が顎の下にほぼぴったり入ってますよね。こんな感じになるんです。でこれで OK ですね。で、次のパネルも下ろしていきましょう。で今ここまでを割ってたんで、次はもうちょっと割ります。まあもう適当に割っていただいていいですよ。まあこれ別にラッカーで止めなくてもいい。こういうふうにもう解くだけでもいい。でまた今上の毛だけ切ったんで、こういうふうに下ろして上の2段目ですね。今ここまで切ったやつを今度ここですね、2段目まで下ろしていきましょう。で同じようにシェイプして同じ位置でカットします。ほらさっき切ったところが見えてますよね。でこの時にシェイプがこの一番端がねセンターパートの延長線上か、そしてこの角度が大丈夫かっていうのを確認して、先ほど切ったラインに合わせてカットします。こんな感じですね。はい。でこれをね届かなくなるまでやるんですよね。届かなくなるまで。だいたいある程度おおよそ上の段からね、下の段は切らないですよ。こうやってね、おおよそ頭がこの辺ぐらいから上向いてるだろうなっていうところでやります。ほらもうほとんど出てこなくなってきましたね。そうですよね、全部ここで切ってるんで、どんどん後ろに行くに従ってここで切ってるからね、ここで生えてる毛よりここで生えてる毛の方が当然長くなりますよね。もちろんだからどんどん後ろに行くに従って長くなってるわけですね。もうないかもしれないですね。もう上の毛を下ろしてきてもないかもしれないですね。ちょっとあるかな、まだどうだろう。はい、ほんのちょっとだけ、まあほぼないですね。はい、でもこれぐらいだったら OK ですね。はい、できました。今度は下の段ですね。この横を向いてる段ね、横を向いてる段をカットします。まず1枚目のこうですね取りまして、でこの辺りで自分は斜めにカットしたっていうのは覚えておいて、でこの辺りの毛ですからね、ほらこれですね、カットしてます。これがカットしてる。でここからカットしない。わかりますか？トントンってやりますよねっていう感じになりますよね。でまあ上の毛も含めて、まあ、こういうふうに、まあ、ちょっとのけとってもいいかな。はい、わかりやすいね。で真横にシェイプします。これは、ゼロ度シェイプですね。この顔のこの頭の周りに合わせてシェイプをしてくる。そしてちょっと真横、まあ真横というかね、あんまり真横もおかしいですけど、この流れに沿ってこれがこう縦にくるって感じですね。ほんならほらここ今切ったところですよね。でこことんがってますよね。ポンと出てるね。でこれね、このポンと出てるやつだけを取りましょう。こういうふうにね、はい、取りましょう。まっすぐでいいです、ね、あんまり切るとこないんですけど、こんな感じです。さあ2枚目いきましょう。これもね届かなくなるまでやる。そんなに細かくシェイプしなくていいですね。もう3枚ぐらいで一番後ろまでいくぐらいでいいと思いますよ。先ほどと同じようにこのように0度シェイプですね。この角度で先ほど上で切ったこの辺りは確実に上で切ってますんで、上で切った束をもらって他はのけときましょう。ほい。もうほとんど出てくるとこないんですよね。これこうね、ここでアウトライン切ってるんで下の毛の方が短く切られてるんですよ。わかりますか？ここでアウトライン切りましたからね。だから上の毛の方が長く残ってるんで、なので上の段の方がいっぱい残ってくるっていうことになりますね。はい、はい、もうほとんど出るとこないと思いますね。はい、もうこれもチェックだけで3枚目引いてます。もう多分ほぼ出てくるとこ、はい、はい、もう全くないですね。はい、全くない。なんかこうちょっと抜けた毛がありますけど、ほぼ全くない。でいいですね。これで今顔周りに顎の下ぐらいからこうレイヤーが入ってきた。でこういうふうにこうレイヤーがこうつながってきてるわけですね。こう縦に、ほら分かりますか？こうつながってきてる。こうつながってきてるんだけど、さっきのシェイプでつまりどれだけ前にこの辺りの毛束を乾かしたとしても、このラインより
外側に出てくる毛が今なくなったってことですよ。これで綺麗に顔周りのレイヤーが入ったって言えるんですね。こうやってこういうふうに普通前に乾かしますよね。こう斜め前に乾かした時に初めにこうフェイスラインに設定した毛より長い毛がもし上から出てきたとしたらそれはおかしいじゃないですか。レイヤーが切れてないんですよ。でも今全部こう、出てくるところまでっていうかね、届くところまで切ったんで、後ろの毛も全部前に引っ張り出して、ほんで出てくる毛は全部切ったんで、だからいくらこういうふうに前に乾かしたとしても、今入れたレイヤーより前に出てくる毛はなくなったっていうことが言えますね。この状態で。これで顔周りのレイヤーが入ったと言えます。はい、同様に反対側やっていきましょう。で、先ほどこちらがこのような斜めにカットしたんで、なので反対側は同じような角度でこういうふうに斜めにカットするという感じですね。で、上の毛はどの辺かな、まあ大体この辺りぐらいでいいですね。上の毛ね、大体この辺、この辺りぐらいね。で、まあこれウィッグであるということと、まあ、ベーシックカットであるということを踏まえて、まあこのガイドに合わせて切ってもいいんですけどね、まあ、本来ならもう一回こうやって人間だったら、特にサイドパートとかだったらこうやって顎の下この辺かなみたいな感じで測った方がいいですけど、まあベーシックカットなんでね、まあ、ウィッグでやることがまあほとんどだと思いますんで、まあ、こういうふうにガイドを使ってもいいです。でこのガイドに合わせてこれも一番端の毛がセンターパートの延長線上ですね。でガイドに合わせて斜めにカットします。斜めにカットします。もちろんブラントでカットしましょう。こうですね。斜めにカットします。はい、なら2枚目に進んでいきましょう。でここも上の毛をだいたいこの辺りぐらいかなっていうふうに割っていって、上の毛をこの一番端っこの毛がセンターパートの端っこの毛がセンターパートとの延長線上に持ってきます。そうするとこういうふうにね、ほら出てきますよね。出てくるんで、これも斜めにカットします。こういう状態ですね。そうすると真ん中でこういうふうにね、取った時はこういう V の字でカットされてますね。で3枚目いきましょう。同じように引っ張り出してきて、ね、だんだん出てくるところが少なくなってきます。上の毛はこの横のこの毛に比べて今長く置いてあるんでね、サウナウィッグからアウトライン切っただけですから、4枚目もちょこっと出てきます。まあほぼこれで出てこないですね。ほぼこれで出てこない。はい。で同様に横の毛を切っていきましょう。ボックスシェイプなんで、こういうふうに今度はこういうシェイプになっていくわけですね。はい、上のパネルをこの頭のこの丸みに合わせてこういうふうにシェイプしたんで、横のパネルはこれに対して合ってくる、こういう感じになりますね。はい、それをちょっと覚えておいてくださいね。で横の毛の1枚目、上の毛で切ったガイドをもらって0度シェイプが入ってきます。ほなここにガイドが見えてきましたね。でここにとんがりが見えてきます。これをカットします。もうこれだけです。はい、横はあんまり出てくるところが多分少ないので、この辺りはスピードにいきましょうね。はい、もうほぼ毛が出てこないですね。角を切るだけですよ。全部切らないですね。もみあげまで直線につなげるんではないですね。はい、もう出てこないです。はい。まあ、そうするとこちら側もね、このようにちょっと顎下ぐらいからこうレイヤーが入って、この下までこうねレイヤーがこうつながってきますよね。この縦のラインでこういうふうにつながってくるっていう感じになってきますね。で後ろからいくらこういうふうにね前にこう乾かしてきたとしても、このラインより超えて、出てくる毛がないというような状況になりますね。これで、両サイドに顔周りのレイヤーが入りました。次はですね、いよいよこの顔周りのレイヤーを合わせてちょっとねトップにもね段を入れていくということを、覚えていきたいと思います。で、ちょっと分かりやすいように、反対側はこういうふうにダッカールで留めておきましょう。でトップのレイヤーなんですけども、これも入れ方がありまして、アウトラインがこういうふうにちょっと前上がりでカットしてます。でさらにそこからフェースにレイヤーがありました。だから印象としてはまあまあな前上がりな感じになってくるわけですね。なのでレイヤー自体もこういうものに対してこうやってレイヤー入れるとまあアンバランスですので、こういうふうなアウトラインに対して
こういうふうなちょっと後ろ下がりのレイヤーですね。後傾ってよく言いますけど、後傾のレイヤーを入れていきたいと思います。で、センターパートに割りまして、こういうふうに三角形にベースを取りましょう。これね、三角形にベースを取る。三角形にベースを取ったら、これはですね、一つのパターンとして覚えてもらいたいんですけども、このちょっとシェイプのラインですね。このシェイプのラインが床と平行から、大体ですね、30度ぐらいですね。30度ぐらいに引き出しましょう。これ30度ぐらいかな。はい、引き出した時に、前から見たら、ここの一番、ここの面が、ね、30度ぐらいに引き出した時に、前から見たら一番ここの面がセンターパートの延長線上。わかります？ここの面がセンターパートの延長線上にこう張り付くような、こういうシェイプですね。こういうシェイプでレイヤーを入れていきますね。だいたい30度ぐらいで引き出しました。ほんなら30度に引き出した毛束に対して垂直にカットしていく。ですけど、ね、この一番下の毛ですね。これが一番下の毛。これはどこの毛かというと、ここの生え際の毛ですよね。この一番下の毛っていうのは、ここの生え際の毛。これね、グラデーションとかでも全部やるんですけども、一番生え際まで、こう、段を入れちゃうと、結構ね、やっぱりね、ヘアスタイルの輪郭がボケるっていうか、薄くなったりとか、ちょっとペラったりとか、生え癖とかにね、こう影響されて、穴が開いちゃったりとか、そういうふうな原因になるんで、一番下までつながない。ちょっと下の毛は落とした状態で、ここでカットするわけですね。わかりますか？この30度に引いたものに対して垂直にカットする。一番下の毛は少し落とした状態で垂直にカットする。こういう段を入れていきますね。この2枚目ですね。今1枚目、こういうふうにこう、斜めにこう、取っていきます。ずっと斜めに取っていきます。で、こうですね。で、さっきと手が全く同じ位置です。さっきと手が全く同じ位置。30度ぐらいに引き出して、で、この一番こちら側にある面がセンターパートの延長線上にありますね。こういうふうな。この位置ですね。この位置を手で覚えておいて、で、こういうふうに引き出す。ね。ほんなら、ちょっとかぶってくる毛があるんで、これをカットしますね。はい、こうですね。で、割っていきます。こうですね。はい。割りまして、でこの際にね、結構どんどん毛束が太くなるんで、こうやってこの2本の指だけで挟むんじゃなくて、しっかりとこう手全体をこうね使って握る。こういう技もね、一個一個こうベーシックカットでちょっとずつ覚えていった方がいいですね。でシェイプもこういうふうにちょっと押すシェイプですよね。こうやってね、櫛の刃をこう内側に使う。基本的にこういうふうにシェイプするんですけど、こういうふうに櫛の刃を外側に使う。こうやってプッシュシェイプも覚えておいた方がいいと思いますね。絶対にきれいにできますよ。こう両側からこう解く。ね、櫛を回転させて両側から解くっていうシェイプもこういう際に覚えておいた方がいいと思いますね。で、このようにこういうふうに掴んでますけど、最後に切るときにこのままじゃ切れないんで、30度ぐらいにシェイプできたらこうやって最後に切るときにこうやって挟んでいく。それに対して垂直にカットしていきます。こういう感じですね。はい、でこれも届く範囲までやりますね。ほら、ここになってきたらかなりの量のシェイプになってきますよ。だから手をこういうふうに使って、しかもプッシュシェイプして根元からしっかりとこうね、普通上から下に生えてるのをこうやってね、下から上にこう引き上げていきますから、しっかりとこのプッシュシェイプで髪の毛を引き上げていかないと、なかなか難しいわけですね。こういうふうにプッシュシェイプで同じような位置、30度の位置まで持っていく。センターパートとほぼ垂直で、ほらここでもうほぼ届かなくなってきましたね。でこれで終了ですね。こうしていくとですね、ちょっとこう見てみましょうか。こうしていくと、ほらこうですね。これが後ろの毛ですね。
これが前の毛ですね。ほら、前の毛から後ろに向かって長くなっていってますよね。後ろの毛が今長いね、完全にね。で、これつらがこういうふうに落ちてきますから。ほら、だからこことここで、ね、後ろ下がりのレイヤーになってきますね。レイヤーがここからスタートして、こっちはここからスタートになりますからね。こう切ったものはこういうふうに回転して落ちてきますから、これで後ろ下がりのレイヤー、後期のレイヤーになってくるという感じですね。この入れ方はね、結構いろんなスタイルで使うんで、覚えとった方がいいと思いますね。で、こちらのレイヤーが切ることができました。で、反対側もいきましょう。反対側同様ですね。三角ベース取りまして、こちら側も、床からだいたい30度ぐらい。床と平行から30度ぐらい。これ低くなればなるほど、当然段は低くなりますね。段。高くなればなるほど、もちろん段は多く入ります。30度ぐらいが一般的によく使われる感じなんで、こうですね。で、一番下の毛は切らずに、で、これに対して垂直にハサミを入れていきますね。この30度に対して垂直にハサミを入れていくっていう感じですね。さっきとやること一緒なんで、ちょっとペースを上げていきましょう。こうですね。斜めに取って、毛束の量が多いんで、しっかりとこう手全体で持って、さっき切った30度のところまで持っていくと、こうやって指で挟んでいくという感じですね。同様に届かなくなるまで。結構こういうふうなね、多い毛束をシェイプするっていうのが大事ですね。実際のお客さんとか本当にね、もっと細かく取ったとしてももっと多い人とかもいるんで、こういう多い毛束を均一にシェイプして、こういうふうにレイヤーを入れていくっていうことも、すごくカットを上達する上では大事な技術になってきますね。こうですね。プッシュシェイプして、根元からきれいにこう繊維がね、伸びていってるのが分かるかなと思いますけどね。なかなかこんだけの幅になってくると、片方からだけのねシェイプではなかなかまっすぐに毛を並べる解くことができないんで、やっぱり両側からシェイプしていくっていうことがすごく大事だと思いますね。はい。で完成です。はい、これで、こちら側もここのね分け目の部分ですね。ここより後ろがこれぐらい長いレイヤーが切れたという感じですね。でこれがこういうふうに落ちてくるんで、後ろ下がりのレイヤーになってくるという感じになりますね。はい、今ですね、どういうふうな感じになっているかというと、顔周りにね、こういうふうな感じでフェイスのレイヤーをね入れていった、これは見てもらった通りだと思うんですけれども、それに対してアウトラインがちょっとこういう舞い上がりになってますので、舞い上がりこうかなので、それに合わせてこういうふうな舞い上がりになるようなアウトラインとこう同じような感じの角度のレイヤーを入れていったというふうな感じなんですけど、そういうふうにしていくには、ここの長さよりここの長さの方が長い状態を作ったわけですね。でこのままこの後ろの毛も切るのかというと、そうしていくとですね、このライン上になっていくわけですね。このライン上に後ろの毛を切っていくとしたら、後ろの毛はこんだけ長くなるんですよね。こんだけ長くなる。しかしながらですね、後ろの毛はですね、そもそも生えてるところがここから極端に下がってくるわけですね。こんだけの長さね、後ろの毛ってここのトップの毛より下から生えてるんですよね。なのでこのままこういう風な感じで段をつなげてしまうと、毛流れがですね、こういうところが後ろに行くとね、ちょっといきなりこう下がっちゃうんですよね。バンって分かれるわけじゃないんですけど、いきなりこう下がっちゃう感じの毛流れになるんで、後ろにも綺麗なこの毛流れがこうついてこないわけですね。こういうふうに後ろに流す場合ですよ。後ろに流す場合、そうだね、ワンレング好きってこういうふうなスタイルっていうのはスタイリング的には後ろに流さないんですけど、例えばこの辺から割とこう顎の下から入れるような、ここだけとかだったらそんなに後ろに流すようなことってないけど、顎の下から入れるようなこういうレイヤーだったら結構後ろに流すスタイルの場合もあるんで、そういう場合はこういうふうな流れを作っていかないといけない。
ってことになりますね。ここから一気に下がっちゃってるんで、頭皮のこの下がり方っていうのはこの毛流れに影響しちゃうんで、ある程度ここからスーッと下がってるんで、まあ同じこれとね、こいつとこいつをですね同じぐらいに切ったとしても、まあまあちょっと後ろに下がっていくっていう感じなんですよ。なので後ろの毛は、この延長線上に切るのではなくて、ちょっとまあ頭皮と同じじゃなくてもいいけど、まあ少しこういうふうな後ろに倒れるような感じですね。こういうラインで切っていった方が後ろに流した時のこうつながりが良くなるんで、ちょっと今から後ろの毛を切っていきたいと思いますね。さあ後ろの毛をどう切っていきましょうかということなんですけれども、今ですね、まあ頭頂部、この一番高いポイントですね、ゴールデンポイントをちょっとまたいで、このセンターパートの毛をこういうふうに縦に取ってみましょう。そのセンターパートをまたいでゴールデンポイントをここの先頭にして、こういうふうに取ってみましょうね、縦にね。はい、割りました。こうやってね。でこれもぐーっと両方、こっち側と手前側と奥側から両方からシェイプして、全部の毛がこうね均等に立ってる、こういうシェイプを覚えていかないとダメですよ。こうしてね、はい、こうなりましたね。ほなやっぱこうなってますよね。ね、今結構前に引いて切っただけなんで、やっぱこういう角度になってますね。こういう角度に、ほらこういう角度になってるのが分かると思いますね。こういう角度になってるのを、ここをトップとしてちょっとこう切っていきますね。少し下げていく。後ろが頭が下がってる分下げていきましょう。こんな感じですね。こんな感じでカットしていきましょう。ほい、できましたね。できましたね。こういうふうに切りました。でこういうふうに切ったら、今度はこの下の毛ですね。ここに下にも毛がありますね。下にも毛があるんで、こいつらも同じ位置に引き上げる。同じ位置ですよ。さっき切ったところと同じところまで引き上げていきます。ちょっと出るかなあ、ちょっと出ますね。はい、ここね、同じ位置、ここで切っていきます。さっきと全く同じポジションです。でもうこれね、すぐ届かなくなると思うんで、下長さ切ってるからね、すぐ届かなくなる。ほらもうこの辺の毛はもう届かないですよね、ここの位置にね。届かなくなってきたら終わりです。で今これちょっと後ろからここから見てもらったら、今こう切りましたね。こう切ったのを今度は輪切りにしていきましょう。輪切りにして前に回っていきましょう。ここのガイドを今こう取ったんで、ここのガイドを少しもらって、ちょっとこういうふうに輪切りに展開する。でここも両サイドから、ね、プッシュシェイプと普通のシェイプと両サイドからきれいにシェイプして、根元から均一にこういうふうにね繊維が伸びている状態を作って、同じ角度ですね、ちょっとこう下げていくのありますね。これ少しカットする。で届かなくなるところ、この下の毛も引っ張り出してきて、届かなくなるところまで切りますね。まあもうほぼ出てくる毛がないと思うんですけど、できました。こう切ってこう切ったんで、またさっき切ったところのガイドをちょっともらってね、でこういうふうに輪切りにしていくね。こうほんで同じところでこれぐらいですね、はい、切っていきましょう。で下も引っ張り出してきて、この届かなくなるっていうこの感覚が大事なんですよね。届かなくなるっていうところで、例えばここ前からレイヤー入れたものとトップからレイヤー入れた、これ角度が違うわけですよね。で届かなくなる状態で前からレイヤー入れた感じとトップからレイヤー入れた感じが馴染んでくるんですよね。つながるんですよね。この届かなくなる感じ、わかりますか？ここで切ったものに対して下の毛を取ってきて届かなくなるところまで切った。つまりこのレイヤーと一番下で切ったワンレングスが届かなくなるっていうことでつながるんですよ。この感覚がねレイヤーカットでは割と重要なんですよね。はい、じゃあ横に回っていきましょう。これねだんだんと届かなくなるはずなんですよ。なぜならば前の方が短く切ってるから。ほらもうこれほぼ切るとこないですよね。ほら切るとこない、切るとこない。もうここからは普通に取ったらほらもうほぼ切るとこないですね。まあちょっとあるか、ちょっとあるね。はい、もう切るとこないです。はい、ないですね。だから今ね後ろでこういうふうに切ったら
この角度のままこの位置の高さのまま回っていくんですよ、ね、どんどんこうやって前から長くなってきてこうやって作られてるから、だからこの高さのままブーッと回っていったらこの辺りからこう届かなくなるゾーンに入るんですよね。こうなってくると前から作ってるこう後ろ下がり後傾のレイヤーとバックを普通にこうノーマルなレイヤーで切ったものがつながってきたという感じになってくるわけですね。反対側もやっていきましょう。センターで切ったやつをちょっともらってぐーっと切ってちょっと切りますね。で下も同じところまで引き出して届かなくなるところまで切る、割って割るで両サイドからしっかりと毛束をもつれをほどきながらシェイプしてカットします。下の毛も引っ張り出してきて届かなくなるところまでシェイプ。同じぐらいの高さで切ってるんで、ここらでほぼ届かなくなるはずですね。ここの辺になってきたらちょっと短くなってくるんで同じぐらい高さのところにはもう出てこないですね。はい、この感じです。この感じで今前から入れたこの後ろ下がり後傾のレイヤーに対して同じような角度でこうバックまでレイヤーが入ったという感じですね。後ろの毛がどうなってるかって言ったら、後ろの毛はもともとワンレングスで切ってましたね。下で切っただけだから。ワンレングスで切ってたんで下が短くて上が長い状態にカットしました。で後ろから段を入れましたから、後ろからこういうふうに段を入れましたから、この青いラインがこのワンレングスで言ったらこの辺の毛がこう倒れてくるんで、このような感じで入ったという感じになります。今多分後ろは引き出すとこういう形になるんですね。これで終わってもいいんですけど、ここにですねとんがりが残ってるはずなんですよ。このとんがりが残ってるはずで、このとんがりをですねちょっと丸く切りましょう。丸くっていうか、とんがりを取るだけだよね。そうすることでこのね馴染みが良くなるんですね。でこのとんがりに関して言ったら、図で描けばこんな感じなんですけど、実際の髪の毛って割とこうピンとこうね本当にとんがってる場合があるんで、そういうのってなんかこう羽とかね収まりの悪さにつながってくるんで、このとんがりは丸く切りましょう。だけれどもこれとこれを直線でつなぐのではないですよ。ここの髪の毛っていうのはやっぱり厚みを構成してますから、こうやって下ろした時のここの厚みを構成してるんで、これをまっすぐ切っちゃったらかなりタイトっていうかねペラッとした感じになるんで、ここの厚みっていうのはヘアスタイルとしてすごく大事なんですけど、ただこのとんがりだけがヘアスタイルの収まりの悪さとかを生んでしまう原因になるんで、これだけ丸くしましょうっていう感じです。じゃあどうやってやるか。これはチェックカットなんである程度大きな感じで取ってもいいんですけど、バックセンターねこれぐらい取りましょうね。これぐらいちょっと他のところは抜けときましょうか。普段営業ベースでやるときはこんなことしないですけど抜けときましょうかね。だからこのバックセンターを解いてみると、こういうふうに横から大きく解いてみるとちょっとこうあれやね、ちょっと横にして解いてみようかね。ほらこんな感じになりますね。バックセンター割っていくと、でほらここからワンレングスに切られてますよね。下で長さ切ったから。で上からレイヤー入ってますよね。そうするとほらこの辺とんがっていますよね。でこのとんがりっていうかこの形は大事なんですよね。この形は大事。この形はこのヘアスタイルとしてのこの厚みを構成している形なんで、ただこのピンとしたとんがりが気に入らない。これだけはちょっと跳ねたりとかこうパサッとしたりとかする原因になりますので、これだけちょっとつまんでいくって感じですね。なので、実際のカットはどうするかと、もう大きく取ってね大きくシェイプしていく。さっきみたいに大きく取って大きくシェイプするんで、こうやってこう手でねこうやって取って、どの辺にとんがりがあるかなって、ほら出てきましたね。これね、こいつめっちゃとんがっとる。ほらどの辺にとんがりがあるんですかって、大体この辺にあるはずだっていうふうな推測は立ってるんですけど、ほらどんな辺にとんがりがあるんですか、こいつですよね。こいつ。ほんならそこに初め全体的にこうやってシェイプしたんだけど、この辺おるなこいつやなと思ったら、もうネープとかこの下の方はのけといて、その辺だけに集中してシェイプすると、ほらこうとんがりが見つかってきますね。ほらこれだけをちょっとこうまっすぐ切るというか、とんがりだけをちょっとこう切っといたら、丸くなるわけですね。
そうするとこの毛束のこのしっとり感っていうか収まりがすごく良くなってくる。でこれを、1周やります。1周今バックセンターやった、1枚目やった、でちょっともらって2枚目やる、で3枚目やる、で4枚目やる。これは自然に落ちる位置でこうやって割っていったらいいだけの話ですよ。これ自然に落ちる位置でやらないと、逆に言えばあんま意味ないんでね。スタイリングした時にこういう毛流れになるわけだから、この毛束に対して引っ張っていく、とんがりを取っていくっていうふうにやらないと意味ないですね。これですね。さあこいつらの中でどいつがとんがってるんだ、どこにとんがりがいるんだとかって思いながら、一番下にはほとんどいないんで、探していく。ああこの辺りやなと、ほらね、こうやって手でこうやってやりながら、ああこの辺りにおるなと、ああこいつやな、もうちょっと上か、ああこいつやね、あこいつですね、はいこれ、はいこれ切っていきましょうみたいな、そんな感じですね。一周やっていきましょう。ここにもどっかにいるはずなんだけどね。ああこの辺にちょっと怪しいね、こいつ、この辺怪しいですね。はい、でこうですね、これはこいつですね、こいつって感じでやっていきます。顔周りの方はね結構前でレイヤー入れてるんでそんなにないはずなんですよね。ないはずなんで、ちょこっと整えておくって感じですね。はい、できました。はい、反対側に行きましょう。反対側も大きく取りまして、とんがりを探していきます。ね、この辺ですね。ぐーっとこうね、ほらここやな、ここやなって感じ。ね、ほらとんがってますね。はい、ちょこっと取るだけです。取れば取るほど横の厚みは消されてしまうので、あんまり取りすぎずとんがりだけをカットする感じですね。顔周りはねフェイスにレイヤー入れてるんで、ほぼないと思いますね。はい、完成しました。これでですね、ワンレングスっていうかラインを切ってトップの段入れて後ろの段を合わせて、で角を取るという感じでローレイヤーカットが今完璧につながったっていう感じになりますね。全てチョップでもなくブラントでカットしてますし、セニングも全く人たちも入れてないっていう状態ですね。でここからブローして、どれぐらいのレイヤーカット、毛のなじみになっているのかっていうのを見ていきたいと思いますね。ちょっと乾かしていきます。はい、ちょっと乾かしてね、少しブローしてみました。ウィークなんでちょっとオイルもつけてますけどね。こんな感じですね。先ほどのウェットのカットからドライカット一切してません。セニングも人たちも入れてません。わかりますかね。なんかもうすいたようなレイヤーでしょ。ウィッグは毛が少ないから、こんな感じで出ちゃうっていうのもあるんですけど、あとそれとね、ウィッグの生え方的に結構このヘムラインっていうかね、顔周りとか割と多めに生えたりとかしてるんで、シルエットのバランスが悪いところあるんですけども、でも今回のスタイルの場合は、あえて、セニングとかでそういうことを調整もせず、ブラントカットだけで、なんかこうすいたような感じのこうレイヤーカットって切れるんだなみたいなっていう風なところを感じてもらうために、あえてねもうドライカットセニングとかせずに、ブラントだけでこのテストをやるというのがいいかなというふうに思いますね。仕上がり的にはこんな感じで、こういうふうに縦状ですよね。このフェイスのレイヤーがこういうふうにこう縦状に入ってくるっていう感じができればいいんじゃないかなと思いますね。だからこれがずっと長くなってくると、この辺りにこう縦状ですね、縦状にこうレイヤーが入ってくる感じですね。これがあまり斜めとかにはならない方がいいし、ライン的にもガタつかない方がいいかなとは思いますね。あと例えばこのスタイルで言ったら、これぐらいね、顔の顎の下ぐらいからレイヤーを入れてる感じのスタイルであれば、時によってはこういうふうにね、後ろにシェイプをして少し流れをつけるような感じのスタイリングにする場合もありますよね。ちょっとこう後ろに流れが下がっていってるの分かりますか。ちょっと巻いてないんでね、クリッとした流れは出ないですけど、
この毛流れのラインがちょっとこう後ろ下がりになってるのが分かりますかね。はい、そんな感じになると思いますね。ロングの人とかだったらね、下ろしてここに顔周りにレイヤーみたいな感じのスタイルになるんですけど、ある程度その顔周りのレイヤーを鼻の下とか顎とか、顎下ぐらいでもそうですけどね、こういう感じでちょっと流すような感じのこういうローレイヤーのパターンっていうのもあると思いますね。こんな感じでスタイリングすることもできるし、その分上にも段入れてるんで、横から見たらこういう感じでここのアウトラインに沿った形でこういう流れがついてくるという感じになりますね。多少ね髪の毛の量が多いところとか、少ないところとか、ウィッグの影響でもあるんですけれども、その辺をねもうちょっと調整すればもっと締まった形になるんだけども、でもこれでもね別に透かなくても全然ブランドカットだけで全然レイヤーって馴染むんだみたいな感じは分かってもらえるんじゃないかなとは思いますし、カット練習する方はですね、こういう形を目指して、やっていただきたいなというふうに思いますね。あとですね、顔周りのこの初めに設定した長さですね、これを長くすれば長くするほどもっと長いヘアスタイルも対応できるし、あんまり短かったらちょっと切り方変わるんですけど、ある程度こう鼻、リップラインぐらいまでだったらこの切り方でこういう感じのねヘアスタイルであればこの切り方でかなりレイヤーの幅を調整することができるんで、そんな感じでレイヤーカットの基礎となるカットになりますので、しっかりと練習していただければなと思います。